どうも、ジメジメした草大好きカプラです。おはようございます。今日はネットで話題の植物育成用の人工繊維を実際に高級ジメジメ系植物で使ってみました。1ヶ月ほど育成してみました。結果から言うと結構いい感じなんですよ。このあたりを使い方も含めて実際の映像を見ながら皆さんと勉強していこうと思います。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラーです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作ってます。特に今日動画にしている水草たちは大好物でして、この草たちを使うと水槽が楽にインテリアの一部として楽しめます。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらようやく手に入れましたプリムレアという商品です。今観葉植物や園芸界で話題になっている商品でして、なかなか手に入れることができませんでした。探し回ってようやく手に入れました。プリムレアはダイソーで購入できる栽培ファイバー栽培ファバーです。栽培ファイバーです。すごい語呂合わせですよね。栽培ファイバーです。1袋100円です。これ人気なのが土なしで育つ栽培ファイバーということです。水蒸気が容器の水分を保って植物をしっかり育てられると書いてあります。土を使わないので手が汚れず、室内で使っても虫がつきにくいというのが良さそうですね。本来は種まき用のアイテムですが、ハーブや野菜の栽培にも使えるようです。今回はアクアリウムでも使う超高級の陰性水草ブセファランドラやアヌビアスナラ、それと観葉植物でも使うベゴニアピピンナティフィダに使ってみます。実際に使うアイテムはこちらです。 ADA のガラスポット丸のような容器、インテリアガラスケースです。これダイソーで売ってます。2年前くらいに話題になったんですが、全然店舗で終えてなくて、今回探し回ってようやく手に入れました。理科の実験で使うシャーレのような蓋がついているガラス製の容器です。蓋がついているのでジメジメ系植物を育てるには最高の商品です。蓋がガラス製なのでライトの光も透過しやすいです。水上育成に良さそうですね。このインテリアガラスケースはサイズが直径約10センチくらいで、高さが2センチ、5.5 センチ、8.5 センチ、13センチというバリエーションがあります。価格は高さ2センチの薄型のものが税込み110円で、それ以外はすべて税込みで220円です。今回私が買ってきたのは 5.5 センチ、8.5 センチ、13センチの3種類です。このガラスケース、似たような雰囲気のキントのガラスシャーレだと1個1000円以上はするので、ダイソーのガラスケースはすごく安いと思います。今まで直接ダイソーに行ってこのガラスケース一度も見たことなかったんですが、今回ダイソーのアプリを導入しました。このアプリで店舗を選んで在庫検索すると探す手間が省けます。今回はこのアプリを使って在庫検索をして置いてある店舗に狙い撃ちして買いに行くことができました。店頭に置いてないこともあるので、店員さんに在庫があるって書いてあったんでちょっと来てみたんですけどって言えば、倉庫の奥から在庫を出してくれることもあります。同じくダイソーで水耕栽培ができるハイドロボールというものを用意しました。こちらもダイソーに売ってます。小粒のタイプです。粒の大きさはこんな感じです。水はけが良くとても軽いので水中に入れるのには向いてないんですが、こういった水上栽培で使うには非常に向いてます。容器も土もプリムレアも今回すべてダイソーで揃うので、こだわりがなければハイドロボールでもいいと思います。それでは早速セットアップしていきます。プリムレアをまず開封します。開けると出てきたのは毛糸です。
本当にただの毛糸のようです。触り心地は太めの毛糸です。根っこがよく活着しそうな毛糸になってます。本当にただの毛糸なんですよね。アクリル製なので水に溶けたりはしなそうです。これに栄養が染み込んでいるようです。繊維に染み込んだ肥料は6ヶ月間有効だそうです。栄養がなくなった後は液体肥料を使用してくださいと書いてありました。毛糸に匂いはしません。無臭です。内容量 3g ってことなんですが、この量 100ml から 150ml の容器での栽培用のようです。これは高さ 8.5 センチのインテリアガラスケースなんですが、1袋を使うとこれだけの量がありました。使う量は半分でもいいかなと思いましたね。スプレーをして水分をよくなじませます。これで完成です。セットアップは非常に簡単です。次にプリムレアで育てる草の準備をします。ブセファランドラやアヌビアスナナは岩などに活着して育つので、別途溶岩石を用意しました。これにモビロンバンドを使って水草を固定していきます。モビロンバンドはゴムのようにしなやかで柔らかく、水草の茎を傷めずに固定できます。透明なので見た目も目立たないので、とても気に入っています。こんな感じで陰性水草たちを溶岩石に巻きつけました。あとはプリムレアの上に置いていくだけです。こうすると根っこが栄養を求めて伸びていき、プリムレアに根がつきます。そして成長するという計画です。溶岩石にもともとつけておけば、育った後この容器から取り出してそのまま水槽に入れればレイアウトに使えます。また仮にね、根っこがプリムレアに絡んでどうしても取れないときは、溶岩石からはみ出た根っこを切り離せばそのまま取り出せます。これはシダ植物のミクロソリウムの水上波です。根っこごとプリムレアの上に置いていきます。一番大きな13センチのインテリアガラスケースに入れました。こんな感じで完成です。背の低い植物は 8.5 センチのインテリアガラスケースに入れました。背の高い植物は13センチのインテリアガラスケースに入れました。ベゴニアピピンナティフィダは挿し木のようにハイドロボールに差し込みました。ライトは最近話題の太陽光のスペクトルに似た高級電球ライト、セラフィックなどは私は持ってないです。太陽光なんて自分で作ってやんよということで、今回用意したのはウィークアクアの T12 チューブです。これは7色の LED ランプが搭載されていて、アプリで調光できるライトです。UVA も搭載しているライトです。セラフィックは1個のチップでフルスペクトルの光が出るライトなんですが、フルスペクトルを1個のチップで作る必要は特にないんです。7色あるなら7色使っていこうぜということで、このライトを使って太陽光に近いスペクトルを作っていきます。ここから本気の調光が始まりました。小1時間してできました。いい感じの自然な色合いが完成しました。波長の測定器で見ると、いい感じですね。少し青と赤を他の波長より強くして草の成長を促します。明るくもあり、温かみのある、しかし透明感もある色合いに仕上がりました。PPFD はおおよそ50から30程度に合わせました。ライトからガラスケースを設置するまでの距離はこんな感じですね。これで完璧です。ベゴニアが PPFD70 くらい、ブセファランドラやアヌビアスを PPFD30 くらいで管理したいので、間を取って今回は PPFD50 に設定しました。ちなみに UVA なんですが、適量であれば写真のように葉っぱが厚くて密になる効果があります。ウィークアクアの UVA 搭載 LED ライトは水草育成専用に研究された
LED ライトで、使ってるチップは植物育成用や車載用の LED 世界シェアナンバーワンのエピスター社製を使ってます。特に世界中で使われている農業用の植物育成専用の LED チップを搭載しているので、水草が育たないわけがありません。実績があるメーカーなので安心して使用できます。基本的に維持は放置なんですが、この容器を使って育てるのは初めてですので、乾燥には気をつけていきたいと思っています。適当に気づいたら霧吹きをおよそ5日に1回くらい、やってます。これで適度に湿度を保ちながら維持していきます。霧吹きに使うお水は普通の水道水です。ボトルに入れっぱなしにするので塩素の心配はないでしょう。このガラス容器は蓋を閉められるので、あまり乾燥は心配しなくて良さそうです。この状態で1ヶ月維持していきます。はい、1ヶ月半後です。だいたい45日が経ちました。パッと見順調そうですね。1個ずつ見ていきます。まずはウィロウモツです。新芽が出てきてますね。綺麗な緑色です。モス系は育ってると葉先がツンツンしだしてもっさりとしていく感じになります。いい感じで成長してますね。でもこれはプリムレアを使ってないので直接は今回関係ないですね。ダイソーで買った水苔を使っているだけです。ただここで重要なのはこのウィロウモスが葉焼けをしていないということです。ウィロウモスの様子を見てライトの調光がちょうど良さそうだと感じました。これが焼けてしまうようでは調光が合っていません。ライトは修正した方がいいです。今回は大丈夫でしたね。それではプリムレアを使ったガラスポットを見ていきます。まずはブセファランドラです。一番背の高いブセファランドラですね。価格も高いです。非常にね、慎重に観察していきましたが、葉焼け、枯れ、全くありませんでした。良かったです。湿度もいい感じにしけってます。先日1週間ほど中国出張に行っていたので、その間全く世話をしていなかったんですが、問題ありませんでした。蓋の効果があったようです。乾燥全くしていませんでした。白い根っこが伸びてプリムレアに突き刺さってますね。プリムレアにしっかりと絡みつき、栄養を吸収して今にも成長しようと頑張っている姿が確認できました。 OK です。さて次は背の低いアヌビアスとブセファランドラです。見てみると枯れもなく発芽も黄芽もないです。緑鮮やかな新芽が出てきてますね。根っこもプリムレアに向かって伸びている様子が見えました。これがいいんですよね。根が伸びた先に栄養があるとそこから栄養吸収して成長します。背の低いブセファランドラも調子が良さそうです。こういった芋系は土に栄養がありすぎて根っこが腐って黒いカビが生えて溶けて消えるっていうフルコンボがあるんですけど、全くその心配はなくて良さそうですね。プリムレアに染み込んだ栄養はちょうどいいんでしょうね。順調に見えます。ミクロソリウムもいいですね。葉焼けもせず新芽が展開してます。鮮やかな透明感のある綺麗な緑色の葉っぱです。葉っぱの先端が焦げたりくしゃくしゃになったりしてないですね。綺麗に維持できてます。これはベゴニアピピンナティフィダです。葉っぱの切れ端をプリムレアとハイドロボールにぶっ刺して1ヶ月半様子見ました。見事に茎から根っこが出てプリムレアに絡みついています。これも順調そうですね。葉っぱを刺していただけなんですが全然大丈夫でしたね。まだまだ成長が期待できそうです。全体的に見ても非常によく育ってくれてます。ほぼ放置ですからね。ガラスポットの上の方が少し乾いてるかなって気になった2日後ぐらいにシュッシュしている感じです。そこまでこまめに1日何回もシュッシュすると、そういったことは不要なので管理はめちゃめちゃ楽でしたね。光だけ1日8時間太陽光に似た波長に UVA とちょこちょこっと赤や青を少し目立たせた光を与えてました。
このライトで出力 40% 程度なので、皆さんの光量調整するときに参考になればいいなと思います。詳しい調光はこの動画の途中で紹介してますんで、参考にしてみてください。結構こういう水上植物を育てるときの植物とライトの距離、非常に大事なので参考になればなと思います。今回はプリムレアとハイドロボール、インテリアガラスケースをダイソーで買いました。これを使ってジメジメ系の高級水草を育ててみました。実際1ヶ月半使ってみて、虫も湧かずに匂いもせずに乾燥もせずに維持できました。プリムレア自体の材質はアクリルを使っているようです。水苔代わりの資材になるかもしれません。ビカクシダの板付けとかにも使ってみたいですね。アクリル毛糸ってのが普通に売ってるので、それにハイポネックスなどを染み込ませて使ってみても面白いかもしれませんね。ただこのプリムレア、適度な栄養が含まれているので、とりあえず皆さんもこれで育ててみるのはいかがでしょうか。何かいいアイデアやこれ見てやってみたいなと思ったらコメントで教えてくださいね。それではまた。